こんにちは。屋久島の荒川登山口に向かうバス停に来ています。バスの始発5時に合わせてやってきました。まだ真っ暗です。4時過ぎにはチケット売り場が開きます。ガイドさんの話を立ち聞きしていたら、今日は空いているようで、いつもは4時半頃には大行列になっているようです。駐車場トイレ紹介をします。普通に綺麗な感じのトイレでした。早く来ていたら列にザックを置いてれば大丈夫と教えてもらったので、朝食食べていました。では行ってきます。南の島だし暖かいかと思ったら結構寒いんですよね。バスに30分少し揺られて荒川登山口到着しました。混雑する前にトイレに行きましょう。登山口トイレ紹介です。さすが屋久島、とっても綺麗でウォシュレットとかもありました。では混んじゃう前に出発します。荒川登山口から大株歩道入り口まではこんなところを歩きます。暗いってこともあるけど冒険の始まりって感じですね。今回は以前秋田駒ヶ岳に行った登山初心者の子と一緒です。トトロの森が見たいってことでやってきて、今日で登山2回目。一応計画では縄文杉を見て白谷雲水峡を抜けて帰るつもりでした。10時間ぐらいのコースになるので、本来は2日に分けるべきだったんですが、登山を2日間もやってられないってことで1日でやってしまいます。なので始発に乗って大急ぎで出発しています。さてどこまで行けるでしょうか。とりあえずトロッコ終点まで目指しています。日がだいぶ上がってきましたね。こんな感じの橋を渡っていくのですが、手すりとかもなく、落ちたら川、暗いし危ないです。小さな橋をいくつか渡ると大きな橋に出てきました。ここはしっかりしていますね。あ、太陽がすごく綺麗になっています。朝日が綺麗。ここまで明るいとヘッドライトは必要ありませんね。どんどん行きましょう。今回コース決め結構大変でした。車で登山口に行くのでピストンが一番なのですが、白谷雲水峡でピストンだとかなり登って下ってになるんです。最初はそのつもりだったのですが、おそらく体力的に厳しいし、朝のさっきみたいな暗い時に苔むす森を通っても意味はないと反対を受け、とりあえず登りの少ない荒川登山口から最悪縄文杉は見れなくてもいいという判断で今回の予定にしました。私は一度2泊で淀川から白谷に抜ける縦走をしているので、縄文杉は見ているんですよね。昔は近くまで行くことができたみたいですが、今は柵からなので結構遠くて、そんなにだったんですよね。それよりも身近で見られる他の杉の方が良かったのと、苔むすの森や太鼓岩からの景色の方が優先順位が高い、そういう判断になりました。でも行けたら縄文杉まで行きたいので、今の平坦なところを急いで歩いています。頑張るよ。荒川登山口からトロッコ道終点、大株歩道入り口までコースタイム2時間半です。楠川別れに着きました。ここを登っていくと白谷雲水峡の方に出ます。紅葉も綺麗ですね。今でだいたい終点まで約半分ってところです。ちょうどコースタイムと同じって感じです。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いつものコンビニ紹介ですが、屋久島にはメジャーのコンビニはありません。でも早朝からやっている登山弁当を売っているお店がたくさんあります。前泊していたら宿でも作ってくれたりします。お昼お弁当必要な方は利用してみてください。私は前日にスーパーによってお惣菜を買いました。前回来た時はここ大混雑でとても利用できる状態じゃなかったです。今日は好きなのでしっかり写していきます。トイレは建物違いで3つあります。
男女共用です。バイオトイレなので全然匂いはしません。ゴミとかは溢れているのであんまり綺麗ではないかな。ここは珍しくバイオトイレの土が混ざっているのが見られます。私は一応携帯トイレ持ってきてはいますが、持ち歩きたくないのでできれば利用したくない。途中携帯用トイレブースはいくつかあるのですが、ここは貴重なトイレです。前回の屋久島観光グルメ編で前日に白谷雲水峡駐車場に向かっていたんですが、それはなぜかというと、今回荒川スタートなんですが、下山は白谷雲水峡登山口。バスを利用すると白谷雲水峡発14時15分に乗らないと、宮の浦港から屋久杉自然館に行くバスは15時10分が最終。それだと時間的に厳しいし、なのでタクシー会社にどれくらいかかるか問い合わせしてみると、1万9000円もかかると。距離もあるし仕方ないけどそこそこするなぁ。初心者だし時間も読めないし、ふと2人とも運転できるし、レンタカーを置いてその後ピックアップすればと思いつきました。今時期のそれも平日、駐車場は混んでない。いくらかなと調べるとタクシーの半額で済んじゃいます。ただ屋久島のレンタカー会社閉まるのは早い。18時には返さないと。でも遅くなっても白谷雲水峡は暗くなっちゃうし、悩んだけどレンタカー借りちゃいました。まあこれは混んでない時期でさらに平日だから、たまたま激安のレンタカーを確保できたからの手段です。一番無難はタクシーですね。予約してないと捕まらないです。トロッコの切り返しポイント。これ動くんですよ。ここを過ぎるとあと少しですね。今のところほぼコースタイムと同じです。初心者や年配の方も多いからもう少しコースタイム緩いかと思っていましたが、そうでもありませんね。撮りながらで少し時間がかかったとはいえ結構早いです。ここから縄文杉まで往復3時間半、須川分岐まで戻って白谷雲水峡を抜けるのを考えると、返却時間含めて頑張れはいけなくはないけど、私だけならなんとかなるけど、もうすでにしんどいとバテバテ気味の様子です。ここは相談ですね。大株歩道入り口に着きました。ここがトロッコ終点となります。向こう側にトイレと水場があるので行ってみましょう。階段上がトイレのようです。こっち側には喫煙所があります。では大株歩道入り口トイレ紹介です。ここのトイレはずっと水が流れてるタイプのトイレでした。まあ山って感じのトイレです。水場はこんな感じ。ここからは給湯になります。はい、今から向かいます。どこまで行けるかわかりませんが、とりあえず頑張ります。今まではただ木道の平坦な道を歩いていただけなんでね、長かったのでかなり疲れたみたいですが、昨日買ったお惣菜を食べて気分を変えて登ってきますよ。木道から一気に山道に変わります。登山慣れしていないとこういう道は大変みたいです。私はどっちかというと木道歩きが長く、アスファルトを長く歩いた時と同様、足裏が痛いです。こういう道に変わってある意味ほっとしています。行く途中にね、またガイドさんの話を盗み聞きしていると、木道歩きはね、後で足に響くからそぞろ歩きで足音立てないで歩くのが良いという話でした。私もそうしたつもりですが、やっぱり痛い。木道歩き好きだけどここまで長いと結構きついですね。後の話ですが、次の日結構足裏がジンジンしていました。沖縄杉です。
昔はちゃんと立っていたのが倒れて根元だけになったんですね。他の杉もですが、その根元に芽が出て木になって、それを何代も繰り返し大きくなっていくんです。さっきバイオトイレの近くにあった三大杉も三代目ってことです。こんな感じで足元悪いとこも若干ありますが、階段のようになっています。大株歩道入り口からウィルソン株までコースタイム25分。少しコースタイムより遅れ気味ですが、順調には行っています。でもやっぱり上りはきついようです。はい、ウィルソン株到着しました。早速ですが中に入っていきましょう。ここはハートに見えるということで有名な場所です。祠がありますね。3、2、1、0。はい、ハートに見えますね。近くにいたガイドさんにこっちからの方が綺麗に見えるよと位置移動。ほんとだ、こっちの方がハートがくっきり見えますね。ハートとツーショット見えてます？ちゃんとしたハートになってますね。なぜだか青く光ってるところがあります。さてさて、どうしましょうか。ここから縄文杉に行くには1時間半の登りです。下りが怖いんだよねって言ってるし、急ぎで登って太鼓岩は時間がなければカットするか、のんびり休憩入れながら太鼓岩を登って苔むすを楽しむの、どっち？のんびりって太鼓岩を登る方を選びました。なので今回はウィルソン株までにします。ここまで来ていてもったいないって声もあると思いますが、山は逃げないですし、また来れますしね。トトロの森の方を優先したいと思います。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。次回は太鼓岩白谷雲水峡になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。